にちは、いろはです。今回は可愛いお花のブーケコースターを編んでいきます。必要なものはこちらです。今回かぎ針は4号を使用していきます。毛糸は今回こちらの3色を使用していきます。商品名は浜中ピッコロ。色番号は2番、6番、35番を使用していきます。素材はアクリル 100%。参考使用針は4号となっています。完成品のサイズは直径約15センチとなっております。今回の設計図はこんな感じです。それではやっていきましょう。白の毛糸を使って1から4段目のコースター部分を編んでいきます。輪の作り目を作っていきます。左手の人差し指と中指に糸を2回巻きつけます。輪が崩れないように輪の交点を右手で持ちます。左手の人差し指に糸をかけて輪を左手に持ち替えます。かぎ針を持ち輪の中に針を入れます。針に糸をかけて輪の中から引き出します。もう一度針に糸をかけて引き抜きます。輪の作り目ができました。ここまでが輪の編み始めになり、この目は目数に数えません。1段目を編んでいきます。この輪の中に長編みを11目編み入れていきます。まず立ち上がりの鎖編みを3目編みます。3目目にマーカーをつけておきましょう。針に糸をかけて輪の中に入れます。糸をかけて引き出します。糸をかけて2本引き抜きます。もう一度糸をかけて残りの2本の糸を引き抜きます。長編み1目が編めました。続けて11目めまで編んでいきます。
これで11目編めました。ここから輪の中心を引き締めていきます。糸を引っ張り輪を大きくし、一度かぎ針を抜いておきます。輪の糸が2本あるので、上の糸を糸 A、下の糸を糸 B とします。糸端がつながっている方の輪を後から締めたいので、どちらの輪が糸端に近いかを確認していきます。まず糸端を少しだけ引っ張ってみます。そうすると糸 B の右側が動いたので、ここを最後に締めたいです。それなので糸 B の左側をまず締めていきます。そうすると糸 A が締まってくるはずです。やってみましょう。糸 A が締まりました。次に糸端を引っ張っていきます。これで輪が引き締まりました。次に立ち上がりの鎖編みの3目めに引き抜き編みをして1段目を完成させていきます。かぎ針を持ちましょう。立ち上がりの鎖編み3目めの向こう半目と裏山に針を入れます。これで1段目が編めました。続けて2段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み3目を編みます。3目目にマーカーをつけます。下の段の立ち上がり3目目の頭、つまり今編んだところの根元に長編みを1目編んでいきます。次に鎖編みを1目編みます。次の目に1目に2目長編みを編み入れていきます。長編み1目の頭に対して長編みを2目編みます。この編み方を増し目と言います。次に鎖編みを1回編みます。この増し目鎖編みのセットをあと10回編んで輪を大きくしていきます。
10セット編めました。立ち上がりの鎖編み3目めの向こう半目と裏山に引き抜き編みをしていきます。これで2段目が編めました。続けて3段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み3目を編みます。3目目にマーカーをつけます。次の目に増し目をします。1目に対して長編みを2目編んでいきます。編めました。鎖編みを1目編んでいきます。次の目に長編みを1目編みます。次の目に増し目を編んでいきます。1目に対して長編みを2目編んでいきます。鎖編みを1目編みます。この長編み1目、増し目、鎖編み1目のセットをあと10回編んでいきます。
10セット編めました。立ち上がりの鎖編み3目めの向こう半目と裏山に引き抜き編みをしていきます。これで3段目が編めました。続けて4段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み3目を編みます。3目目にマーカーをつけます。今鎖編みを編んだ根元に長編みを1回編みます。次の目に長編みを1回編みます。次の目に増し目をしていきます。1目に対して長編みを2目編んでいきます。鎖編みを1目編んでいきます。次の長編みの頭に増し目を編んでいきます。1目に対して長編みを2目編んでいきます。次の目に長編みを1目編みます。次の目に増し目を編んでいきます。1目に対して長編みを2目編んでいきます。
鎖編みを1目編みます。この増し目、長編み1目、増し目、鎖編み1目のセットをあと10回編んでいきます。10セット編めました。ここで一度輪の編み終わりを仕上げていきます。最後の長編みを編んだら、そのまま針にかかったループを伸ばし、かぎ針を外します。糸端を10センチほど残してハサミでカットしていきます。糸を引っ張って輪を引き締めます。とじ針に糸を通します。立ち上がり3目めの頭2本をすくいます。この時、向こう側から手前側に向けて通していきます。次に最後に編んだ長編みの頭に通します。今度は手前から向こう側に向けて通していきます。これで綺麗に編み終わることができました。ここで一度糸処理をしていきます。中心の糸も糸処理をしていきます。
続けて5段目を編んでいきます。5段目6段目は葉っぱ部分になりますので、緑色の毛糸に変えます。糸端を10センチほど残し、このように持ちます。左手の中指で新しい糸と編み地を押さえるとやりやすいです。5段目の最後の鎖編みの目に手前から糸を刺します。隙間が空いているところが鎖編みの目になります。糸をかけて引き抜きます。もう一度針に糸をかけて引き抜きます。これで新しい糸をつけることができました。ここから編んでいきます。立ち上がりの鎖編み1目を編みます。マーカーをつけておきましょう。新しい糸をつけたところと同じ目に細編みを1回編みます。鎖編みを5目編んでいきます。下の段の2目飛ばした長編みの頭に細編みを1目編んでいきます。これで鎖編みで作った輪っかが1つ編めました。鎖編みを5目編んでいきます。下の段の2目飛ばした鎖編みの隙間の部分に細編みを1回編みます。これで2ループ編めました。この細編み1目、鎖編み5目のセットを続けて編んでいきます。この段を編み終わった時に24個ループができているはずです。続けて編んでいきましょう。ここまで編めたら立ち上がりの鎖編みの向こう半目と裏山に引き抜き編みをしていきます。これで5段目が編めました。
続けて6段目を編んでいきます。お花の額になる部分と葉の部分を交互に編んでいきます。まず額の部分を編んでいきます。5段目に編んだ葉の中に引き抜き編みを1回します。鎖編みを4目編んでいきます。輪の中に長編みを1目編みます。鎖編みを1目編んでいきます。この長編み1目、鎖編み1目をあと2回この輪の中に編み入れていきます。編めました。次に長編み1目編んでいきます。鎖編みを4目編みます。輪の中に引き抜き編みをしていきます。これがお花の額の部分になります。このように花が5つ開いているはずです。次に葉っぱ部分を編んでいきます。次のループに引き抜き編みを1回します。鎖編みを8目編みます。次に細編みを2回編んでいきます。今編んだ鎖編みの3番目の向こう半目と裏山に針を入れます。細編みを編みます。次の目にも同じように細編みを1回編みます。編めました。次の目の向こう半目と裏山に引き抜き編みを1回していきます。編めました。鎖編みを3目編みます。輪の中に引き抜き編みをしていきます。
れで葉っぱ部分が編めました。この額の部分と葉っぱの部分を1セットとして全部で12セット編んでいきます。全部で12セット編めました。鎖編みを1回して輪を大きくします。糸端を10センチほど残して糸を切りましょう。糸を引っ張って輪を引き締めます。これで6段目が編めました。続けて7段目を編んでいきます。7段目はお花部分を先ほど編んだ額の部分に編み付けていきます。赤い毛糸をつけていきます。額の部分の1つ目の隙間に糸をつけます。糸を持って手前からかぎ針を入れます。糸をかけて1回引き抜きます。もう一度糸をかけて引き抜きます。ここからお花を編んでいきます。立ち上がりの鎖編み2目を編みます。1つ目の隙間の中に中長編み4目の玉編みを編んでいきます。糸を1回かけてこの隙間の中に針を入れます。糸をかけて引き出します。この状態を未完成の中長編みと言います。未完成の中長編みをあと3回作ります。針に糸をかけて輪の中に入れます。糸をかけて引き出します。針に糸をかけて輪の中に入れます。糸をかけて引き出します。針に糸をかけて輪の中に入れます。糸をかけて引き出します。これで未完成の中長編みが4つできています。ここから針にかかったループを一度にすべて引き抜いていきます。針に糸をかけて一気に引き抜いていきます。編めました。次に
鎖編みを4目編みます。根元に引き抜き編みをしていきます。隣の隙間に今度は中長編み5目の玉編みを編んでいきます。糸を1回かけて隙間の中に針を入れます。糸をかけて引き出します。未完成の中長編みができました。これをあと4回作ります。針に糸をかけて隙間に入れます。糸をかけて引き抜きます。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 これで未完成の長編みが5つできています。ここから針にかかったループを一気にすべて引き抜きます。中長編み5目の玉編みが編めました。次に鎖編みを4目編みます。根元に引き抜き編みを1回します。今編んだ中長編み5目の玉編み1目、鎖編み4目、引き抜き編み1目を残りの3つの輪に編み入れていきます。
めました。最後にお花を輪にするように丸めて、立ち上がりの鎖編み2目めに引き抜き編みをしていきます。鎖編みを1回して輪を大きくします。糸端を10センチほど残して糸をカットします。輪を引っ張り、輪を引き締めます。これでお花が1輪編めました。残りの額の部分にもお花を編み入れて、全部で12輪お花を編んでいきます。
これでお花が12輪編めました。ここから糸処理をしていきます。毛糸の色が異なるので、同じ色の編み地に糸をくぐらせていくのがポイントです。お花の糸処理をしているときは、お花の形を整えるイメージで糸処理をしています。キュッキュッと詰めるようにして糸処理をしています。そうするとお花がキュッと引き締まって可愛い印象になると思います。これで可愛いお花のブーケコースターの完成です。お疲れ様でした。葉っぱの部分とお花を編み付けるのが少し時間がかかるかもしれませんが、同じ編み方の繰り返しなので焦らず動画を見ながらゆっくり編んでみてください。作った報告や質問などコメント欄で教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは初心者さんでも安心して編める動画を投稿しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。いろはでした。